所作を決めるっていうことは、はい、自由なんですよね。自分らしい都合というか決まり事を徹底的に決めていくのが自由なんですよ。決まってないのは何も自由じゃないですよ。時間の区切り方も所作なんですか？時間軸に沿ってやるべきことを順番につなげていくっていうのがやっぱり所作の一つかなと。各家ごととかなんとかどうの流派作法ではこうですってあるから、共通化しないことが大事。サムライトレーニングチャンネル、略してサムトレへようこそ。本日も土見門兼次通りよろしくお願いします。お願いいたします。今回のテーマは本来の日本の所作についてになります。まず所作っていう言葉からなんですけど、所作って何ですか？ところを作ると書いて所作。そうところでしょ。場所で何を作るかっても所作。はい、で、日本でっていうちょっとすごい大きい枠なんで、はい、ちょっと言いづらいんですけど、はい、所作っていうことで一番感じたことで言うと、はい、僕は区切りをつけていくとか手はい、ほどきとか順番ですよね。順番だったりその時間の区切り方、この2つが所作かなと思います。時間の区切り方も所作なんですか？最初に準備があって、はい、本番があってお片付けがあってって、これも所作の一つだと思うんですよね。だからバラバラあってて準備してるのか、作業始まったのか終わったのか分かんないことはこれ所作じゃないです。なんか所作っていうとなんかお茶の世界とか思いつくと思うんですけど、そうするとまずお客さんが入っていく時間があったり、いろんなことを見たりする時間があったりって、こう時間軸がこう決まってるわけですよ。でいよいよ全部会食終わってお茶が始まってとか、そうなってでお帰りの時はこういうものを持って手土産これでって、順番と流れ決まってるじゃないですか。そういうものが所作なんで、ただ仰々しいものじゃなくて、一つはそうですね、日本のっていう全体的な誰かとか何かっていう道とかいうのは置いとくと、一つ一つの季節の区切りをつけること。季節の区切り、例えばお正月にちゃんと行事をするとか、大晦日行って初詣行って掛け初めしてっていうのはこう区切っていくわけじゃないですか。で区切りをちゃんと入れていって、次になんか15日どうのこうのとか、3月3日どうのこうのとかいう感じで季節は区切っていくんです。で区切っていくも単にカレンダーで3月3日だなじゃなくて、じゃあこの日に向かって何か準備する。3月3日だったら、女の子いるとこだったらおひなさん、ひな壇を飾って、3月3日前にだったらお片付けしてとか、これも所作ですよね。そうですね。ですから時間軸に沿ってやるべきことを順番につなげていくっていうのがやっぱり所作の一つかなと。だからその場所場所でするべきことあるんです。だからところで作るっていう所作ってまんまだなと思ったんですよね。確かに。でこういうことをやると、一回一回の時間軸をちゃんと見直すんですよ。お正月ちょっと置いといて、3月3日までに3ヶ月経ったと、その時にこの3ヶ月どうやって自分過ごしてきたかなって振り返りがあるとかね、でまた気持ちを新たにして、じゃあ明日からこういうことしようとか、そうやって区切りをつけていくのに強制的にねこう分割できるんですよね。で最初にさっき言ったお茶も最初に準備の時間、お茶の時間、お帰りの時間って決まってるってことは、この強制的に入れる間がすごく大事。間ですね。切り替える間。今ねずるずるやりすぎなんです。カレンダー入れて永遠仕事をしてるとかね。そういうのは所作としてはどうかなと。そんな感じで考えます。じゃあ休みを入れるっていうのも所作だったりするんですか？間を入れるっていうことでね、小休止とかいう話でありますから、それも所作です。ここで一服。ちなみに昔の日本人は自然と所作ができてたって聞いたことがあるんですけど、今と昔の違いみたいなのはあるんですかね？所作ができてたのはどの属性の方ね、武家なのか公家なのか、一般のその町の方々なのかはによるんじゃないですかね。ただ全員が全員とは限らないと思います。そうなんですね。ただ役職を持ってる方はきっちりなるべくそういうのを大事にしてる方多かったかなって感じですね。
逆に言えば息苦しいっていうか、はい、息苦しい、そうそう、だって必ず誰かが起こしに来るでしょ。はい、将軍家だと朝6時か何時かに起きたら、しかも起きた時間から全部が動くようになってる。だから起きないと起こしに来るっていうか、絶対に、6時に叩き起こされちゃう将軍様。将軍様、偉いんだけど、はい、朝ピシッと起こされちゃうでしょ、はい、もうちょっと寝たい、そうですね、はい起きてくださいって起こされちゃう、はい、ずーっと見られてるでしょ、じーっと夜中中ね。見られてるんですか。護衛だからさ、あ、でこれ記録取られるでしょ、はい、寝返り何回打ったとか、記録がある。そうですよ、そんなのもあるんですか。こう寝返り何回打ちました、寝言とか寝言いびき、こっち向いて寝た、あっち向いて寝た、細かく取られてる。それは息苦しいですね。そうですね。で、朝起きたらね、ずーっとこう、それも所作ですよね。それも所作。でそういう決まりだからね。そっか。だから全員とは限らないです。今と変わらないと思いますよ。今のがだからそういう担当の人はいないよね。だから富裕層がいて朝絶対起こされてとか、その起きないと業務が止まっちゃうとかなかなかないと思います。そうですね。昔はそういう方がいたので、そういう決まり事はかなり細かかったと思いますよ。じゃあこう人によって違ったっていう感じなんですかね。役割とか立場によって全然違うと思います。じゃあこう別にいつの時代から所作がなくなってきたとかっていうのは特にはないんですかね。明治以降はないんじゃないですかね。明治維新以降はだって将軍家もないんで、全部ある意味全部一般化したわけでしょ。そうですね。であればそこはもう各自の判断になっちゃったと。まずね、所作を決めるっていうことは自由なんですよね。自分にゆえですから、自分らしい都合というか決まり事を徹底的に決めていくのが自由なんですよ。好き勝手するのは放任とか放置ですから、これは自由じゃないですよ。自分のゆえだから、自分のその決まり事で動きますが自由だから。ということは何時に起きて何時に寝るのも決めたことが自由なんですよ。決まってないのは何も自由じゃないんですよ。そうなんですね。全部決めるんですよ。何時に起きて次に何するかを決めて、歯を磨くのか磨かないのか、顔を洗うのか洗わない、細かいのはもうそれぐらい全部徹底的に決めるのが実は自由です。でそれをその通り動くと勝手に体が動き出すんですよ。そうすると勝手に動くってことはいちいち考えなくていいんで自動化できるんですね。だから楽になるんで自由。それがこう習慣みたいな感じになってくる。それが所作。でそれ以外のところに全部の創造性の能力を使うんです。当たり前とか決まりきったことは勝手に脳みそがさせて、その独創性のところにひたすら集中する能力を作る。そうしないと毎回判断が入るとしんどいんですよ。歯磨こうかな、どうしようかな、やっぱやめた、だけどやっぱりいるなって、こんなことしてたら大変なんですよ。だから時間が来たらこれする、時間が来たらこれするって言って、ある程度勝手に片付けて、空いた時間を創造性に使う。だから所作とかその決まり事大事。だから自由、ゆえです。これはこう誰かから決められたではなくて自分で決めることが大事。他って書いてますよね。自って己って書いて、自ですから、そう決められちゃダメね。ただ調和は大事なんですよ。お互い。多分家族で全員バラバラに生活したら意味ないでしょ。だからみんなで朝7時起きようねって決めるのは大事。合わせるのも大事ね。多分それも納得の上ね。だって夜勤の方がね朝7時に起きるってきつかったりしたらそれはダメだから、じゃあ彼はお昼ね、私たちは7時ねって決まることも自由。道具も同じ箱に入ってその棚の何段目からここに入ってるって分かるから、だいたいどの道具も数分以内に出てくるんです。だから探しもしないです。逆にそれが崩れたら僕も調子崩すんですよ。いちいち考えないといけないから。
だからそういうことをなくすのが決めるってこと、決めるっていうことがこう所作のうちの一つ、そうそうそう大事、だからほらお茶もこうこれ2回とか、こういうふうに房を入れてとか全部決まってますでしょ、でもう手の動きが一個一個動作が所作が決まってるじゃないですか。例えば扉の閉め方も、最後の方はわざと音を立てるとか、わざと音を立てる、そうするとほら、特にお茶の世界だとそのままバシッてすると、全員お客様入りますよっていう意味になりますでしょ。見なくていいわけです。じーっとこうしててピシッと音が聞こえたらこう礼が始まって始まる。そういった所作が一個一個やっぱ意味があるんで、じゃあ音が鳴らないように閉めたら、まだお客さんがお待ちだ、はいご入場中ですよっていう、この場所はそういう意味があるとか、あるいは無音になったらこれはもう体質の意味ですよとかね、あるんで、だから全部決まりや意味があると思います。ただそれが共通かどうかね、各家ごととかなんとか堂の流派作法ではこうですってあるから、共通化しないことが大事。それぞれ決まり事があるだけで、そこの家ごとやるし、それは流派と大きいからたくさんの人が知ってるから共通化してるけど、家ごとは実はこうですとかね、あります。意味があるんで、でこれをその通りすることと、それをわざと崩す方法もあるんですね。崩すってことは本来みんな所作が一致している場合、崩れた場合何か異変があったから知らせてんだなって分かるわけ。ここあえて変えたってことは何かあるなって言葉じゃなくても分かる。だから家族とかそういう関係者の動き見てて、あれっていうのがピンとくる、何か伝えるのに言えないんだなってでスーッと立って確認したりするんです。だから所作が決まってからできるんですよ。ぐちゃぐちゃだと何が変わったか分かんなくなっちゃいますもんね。間違い探しになっちゃうんでね、それは疲れるんですよ、脳がね、嫌がっちゃうんです。だからきれいにするのも大事で、きれいにするのは順番も位置も全部決めてるんです。そういうそこまで決める。ありがとうございます。今回のテーマは本来の日本の所作についてでした。サムライトレーニングチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク、シェア拡散よろしくお願いします。